これを知らないと一生貧乏。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は知らない人 100% 貧乏について解説していきます。日本は世界的に見れば子どもの教育体制が整っています。そして医療の技術が優れており、医療現場の清潔感や保険による治療費の補助が充実しています。さらに食べ物を手にすることも簡単にできるため、飢餓に苦しむ人はいないです。にもかかわらず、日本人はなぜ世界的に見て幸福度の低い国になっているのか。その理由はシンプルです。それはお金と人生について真剣に考えたことがあまりないからです。あまり考えないからこそ、お金を手に入れるためだけに自分の幸せを犠牲にする人がいます。その結果、何のために生きているのかわからない。何のために働いているのかわからない。つまり幸福度が上がらないってことです。そんな生き方をしていたら、あなたはいつになっても金銭的、精神的な貧困から脱却することはできないです。今回の動画では貧困から脱却し豊かになるための7個の方法をお伝えします。一緒に豊かな暮らしを手に入れましょう。今回の動画を見て参考になった、面白いと思った人はいいねやコメントをお願いします。1個目、唯一の資産は時間。資産家の家に生まれない限り、人間が生まれながらに持っている資産は時間だけです。そしてあなたが仕事をしてお金を手にするってことは、言い換えるとお金とあなたの時間を交換しているってことです。1ヶ月で200時間程度を会社に差し出す代わりに20万円程度のお金を手にしています。正社員として採用されて給料をもらっているのではなく、正社員として時間を搾取されています。この簡単な事実を理解できずに貧困に苦しんでいる人が大勢います。ちなみに貧困とは金銭的な貧困だけではなく、お金はあるけど喪失感を感じるなどの精神的な貧困もあります。日本人の平均年収は2020年時点で約530万円です。要は日本人の男性は530万円というお金と1日約10時間、1ヶ月で300時間、年間3600時間を交換しながら生きています。もし仮に1万円あげるからあなたの寿命である1日をくださいと言われたら、あなたは1日と1万円を交換しますか？働いてお金をもらうってことはそういうことです。自分の時間という貴重な資産を差し出してお金を手にする資産の交換が働くってことです。そしてこの資産の交換の結果、日本では幸福度の低い人々がたくさん生み出されています。お金は手にしたいけど人生に楽しみを見出せない。もっと自由な時間が欲しい。もっと縛られずに生きたい。もっと綺麗で大きな家に住みたい。このような感情から今の自分は不幸だと感じてしまいます。あなたが貧困からもし抜け出したいのであれば、今一度自分の時間という貴重な資産の使い方を見つめ直してください。それが金銭的、精神的な貧困から抜け出す第一歩になります。続いて2個目、お金についてどう考えるか。あなたにとってお金って何ですか？お金とはあなたが幸せになるための一つの道具に過ぎないです。だからこそお金のために幸福度を下げる生き方を選択したらダメです。例えばお金を持っていても誰もあなたに洋服を売ってくれなかったら常に裸で生活しなければいけないです。いくらお金があってもスマホの電波が届かなければインターネットを使うことはできないです。お金と洋服、お金と食べ物などお金と何かを交換してやっとあなたは幸福感を感じることができます。そして先ほどお伝えしたように、働いてお金を手にするってことはお金とあなたの時間を交換している行為です。だからこそお金の使い道は慎重に選びましょう。お金っていうのはあなたの時間です。あなたがもし
300万円を節約して手元にお金を残すことができたら、あなたは1年早く退職することができます。場合によっては今から会社を辞めて1年間自由な時間を過ごして、その後また再就職するといった人生の選択もできます。お金とは時間です。この考えをしっかりと理解した上で、改めてお金について考えましょう。会社の付き合いでいやいや参加する飲み会にあなたの貴重な3時間の寿命を差し出すことは適切ですか？他人からすごいと言われるために購入した300万円の車はあなたの1年間の寿命と対等ですか？大切なので何度もお伝えします。お金とは幸せになるためのたった一つの道具に過ぎないです。そしてそのお金っていうのはあなたの時間と交換して手にした貴重な資産です。そのことをまずは意識してください。そうすれば必ず不必要な支出を減らし、豊かな人生に近づくことができます。続いて3個目、正しい時給はいくらか。あなたの時給はいくらですか？サラリーマンの人も自分の時給を計算してください。収入ではなくて時給を上げてください。お金や仕事の知識を学ぶときに時給という言葉がよく使われます。しかし、あなたの時給はいくらですかという質問に答えられる人はほんの一握りだけです。一度あなたの時給を計算してみてください。年収が手取りで400万円、年間の勤務日数が240日、9時間拘束の1時間休憩で実働は8時間。このような勤務状況の人は240万円割る240日割る8時間で時給2000円。これで合っていると思いますか？実はこの計算は間違いです。なぜならあなたの労働時間は実働時間だけではないからです。時給を計算するときはあなたがお金を手にするために使っているすべての時間を計算に入れる、その意識を持ってください。例えば仕事に行くための準備時間、そして通勤時間、さらに仕事の休憩の1時間も仕事の疲れを癒す時間であれば、それもお金を手にするための時間です。さらに仕事が終わった後に家に帰るための時間、そして帰宅後や休日に仕事の疲れを癒したり、ストレスを発散する時間、この全てがあなたの労働時間です。さらにスーツの購入費用やクリーニング代、会社の飲み会や鬱憤を晴らすための友人との食費代、そしてストレス解消のためのやけ食いの費用、このようなお金っていうのは全てあなたが仕事をするからこそ発生する必要経費です。収入からしっかりと差し引いて時給計算をしてください。あなたの時給っていうのはこのような計算方法で考えないと豊かになることはできないです。そしてこの計算方法を活用すれば、辛く苦しい仕事を我慢して手にする500万円よりも好きなことやノンストレスな職場で手にする400万円の方が時給が高くなるかもしれないです。実動ではなくて必要な時間を加えた時間を労働時間と考えてください。収入から必要経費を差し引いた金額を実際の収入と考えてください。続いて4個目、真の幸福とは何か。幸福には2種類の幸福があります。その2種類とは見え方の幸福と感じ方の幸福です。そして人生における真の幸福は感じ方の幸福と考えてください。それがあなたの豊かさにつながります。ちなみに見え方の幸福とは自分以外の誰かに評価されることで得られる幸福感のことです。そして感じ方の幸福とは他人の意見に左右されずに感じる幸福感のことです。例えば SNS に投稿して褒められたい理由で豪華なディナーを食べに行くのは見え方の幸福です。そしてこの見え方の幸福は終わりがないです。次はもっといいものを乗せて褒められたい。もっとペースを上げて褒められたい。このように一瞬の幸福感が終わると、またすぐ次の幸福感を追い求めてしまいます。そして良かれと思って投稿した内容に批判コメントが来たら深く傷ついてしまいます。お金を使って傷つく可能性もあります。
それに対して感じ方の幸福は他人の反応が無関係です。自分が良ければそれでいい、そう思える幸福感です。例えば豪華なレストランや楽しい飲み会よりも家で家族と食べるご飯が好きな人がいます。この人は人から食事に誘われても断る付き合いの悪い人と評価されます。外食に行かずに家で食べてばっかりのためお金にせこいとも思われます。でも周りからこんな見られ方をしても本人は傷つかないです。逆に周囲の人のことを家族で食べるご飯の幸せを知らないかわいそうな人と考えています。これが感じ方の幸福です。これが真の幸福です。あなたが豊かな人生を送りたいのであれば、真の幸福を追求してください。他人にどう評価されても揺るがない幸福感を多く積み上げてください。続いて5個目、最低支出を把握する。あなたの豊かな暮らしを実現するための最低支出を把握してください。あなたが求める暮らしにはどれだけのお金が必要ですか？そしてそのためにどれほどの収入を手に入れればいいですか？これを把握してください。そしてここで言う最低支出とはあくまでも極限に切り詰めた生活のことではないです。ここで把握してほしいのは真の幸福を感じる生活を送るために必要な最低支出です。例えば車を運転する時間が人生で最も幸せを感じる時間の人は車の維持費を削るべきではないです。どれだけ駐車場代や車検代がかかるとしてもレンタカーやカーシェアリングではなく自分の車を所有するべきです。そして大きな湯船にゆったりと入っている時間が最高に好きな人はどれだけ家賃が安くてもお風呂が小さい家に引っ越すべきではないです。極限まで切り詰めた生活は仕事で幸せを諦めている人と同じでお金のために幸せを投げ捨てていることになります。そんな人生っていうのは豊かな人生ではないです。世間一般論に振り回されるのはやめましょう。すべてを切り詰めた最低支出はいらないです。あなた独自の無駄な支出は省きつつ幸福を得られる最低支出を把握してください。続いて6個目、幸せのバランスを考える。世の中のすべてっていうのはトレードオフです。何かをすれば何かを失います。逆に何かを捨てれば何かを得ることができます。すべてを手に入れることは無理です。新しい何かを手に入れるには何かを捨てなきゃいけないです。自分の人生がどうあれば幸せなのか真剣に考えて幸せのバランスを調整してください。そうすればなかなか決別することができなかった不必要なものや見栄、さらには不必要な人脈とさよならすることができます。そして捨てたことで新しい何かがあなたの心を満たして豊かな人生を送ることができます。続いて7個目、夢を追う。夢はあなたの人生を豊かにする最高のスパイスです。夢を真剣に追いかける大人は常に全力で動いています。無駄をなくして最短距離で夢にたどり着こうと頑張ります。しかし夢を諦めて人生の見通しをつけた大人は惰性で生きてしまいます。他人に期待し見え方の幸福を求め瞬間の快楽に溺れるような人です。子供に自分の夢を託す大人は自分の夢がないからこそ子供に期待をします。そして子供の人生を自分の第二の人生であるかのように心配をします。そんな人生を送ってしまったらあなたは死ぬ瞬間に豊かな人生だったと思いますか？本当はもっと夢を追いかけたいはずです。夢を追いかけるのに遅いことはないです。何歳からでも夢は持てます。夢は追えます。そして夢というスパイスがあるからこそ見え方の幸福や瞬間的な快楽に対する資質や無駄を省くことができます。ちなみに夢が持てない、夢が見つからない、そんな人がいます。もしあなたもその一人であれば、まずは第一の夢として同じ痛みを持つ人を助ける、そんな夢を持ってください。苦悩、悲しみ、絶望、恐怖を感じた経験があるなら同じ境遇の人を救ってください。自分の経験を発信するのでもいいです。寄り添ってあげるだけでもいいです。アドバイスをするだけでもいいです。とにかく同じ痛みを持つ人を救ってあげてください。そうすればあなたは一つ真の幸福を味わいます。
ギャンブルで勝ったり、会社や上司の愚痴を言う快楽とは比べ物にならない幸福感を手にできます。その経験がさらにあなたの幸せのバランスを整えて、あなたの人生をより豊かなものにしてくれます。今回伝えた内容を知らない人は 100% 貧乏になります。貧困っていうのはお金だけの問題ではないです。いくらお金があっても喪失感で毎日不幸せな人もいます。金銭的に豊かになるだけではなく、精神的に豊かになってください。あなたの時間っていうのは本当に貴重です。お金っていうのは時間と同義です。時間を使ってお金を稼いでいることをしっかりと理解してください。今回伝えた7個の方法を1個ずつやってみてください。どんどんあなたは経済的にも精神的にもお金持ちになるはずです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。